日本人と韓国人って似てるよねとよく言われますよね。でも実際に9年間日本で暮らして気づいたのは全く違う人種です。日本人が理解できない韓国の癖や習慣が存在します。例えば韓国人がよく使う言葉、お母さんに誓うってば。これ日本の感覚だと、急にお母さんってなりますよね。今日はですね、ツイッターで話題になった韓国あるある12選を僕が全部解説します。まず一つ目、本当に信じてほしいときは、オンマかけちゃいます。これは韓国文化の中でも最強クラスの表現です。オンマというのはお母さんなんですけれども、韓国はストレートな上昇言語で、悪口の進化も桁違いですね。その中で親に関する言及は最低限のタブーです。だからこそ、オンマ、お母さんに誓う。もし俺が嘘なら、母親に何があっても構わないっていう、日本の方にはかなり理解しづらいような表現となっております。日本の本当だっての100倍重いようなイメージです。韓国でこの言葉が出た瞬間、これ本当に本気だなと誰もが理解します。若者言葉なので、格式ある場では絶対使わないんですけどね。二つ目は、ベランダに洗濯機があること、ベランダに野菜を干すことです。韓国はマンションのベランダが外ではなく半室内空間として設計されています。日本のように雨風を受ける外ベランダとは基本構造が違います。だから洗濯機はベランダにキムチ用の白菜、干し大根、唐辛子をザーッと干す。冬になるとベランダが家庭用ミニ工場みたいに変わるような家もあります。もちろんこれ家によりますけど、韓国のベランダは収納と作業場と生活空間、この三役をこなすマルチステージですね。3番目、駐車場が足りないアパートではサイドブレーキを下げたまま駐車します。邪魔で車出せないときは自動で押します。韓国のマンションは駐車難民が当たり前です。コインパーキング文化、駐車文化が未発達で、どこもぎゅうぎゅうのテトリス駐車状態です。だから出社できない車があると、隣の車をそのまま押して移動します。日本人が見たら、他人の車触っていいのと驚くけど、韓国は怒る人はいない。むしろ押してくれてありがとう。車体が少し動いても気にしないという文化が根付いています。4番目、止まりながらドア開くバス。バス、電車降りるときは前もってドア前で待機です。ソウルのバスはですね、プサンもそうなんですが、時間とのデスマッチです。渋滞がひどく、しかも乗客はパリパリ精神全開ですね。だから完全停止する前にガーッとドアを開けるし、降りる人は数駅前からドア前に集合。旅行者がスーツケースを持ってローカルバスに乗ると、もはやゲームのハードモードです。立つだけで精一杯の混雑。横から来る乗客の突破力。降りていいの止まってるの判断までこれ一瞬勝負なんです。だから旅行者の方、バスは難易度高いですよ。5番目。突然、知り合いトーンで話しかけてくる家の前に必要な人どうぞって書いとくとすぐ持っていく韓国人はですね、とにかく人との距離感が日本より近いです。見知らぬ人でも、久しぶりじゃんくらいの温度感で話しかけることもあるので、日本人から見ると驚異のコミュ力に見えます。さらに家の前に家具や服をご自由にどうぞと置いとくと、もうこれ隣の人の上で配ってるんだ。すぐポポッと持っていっちゃうんですね。このスピード感もまさに韓国かもしれません。例えば、隣の家の住民は、もう多い親戚ぐらいのメンタルの根底があります。だから僕知ってる韓国人は気軽に話しかけただけなのに、隣の日本の方は、これ不審者じゃ、ストーカーされてるみたいな感じで警察呼んだこともあるらしいですね。日本では慣れ慣れしいと感じる距離も、韓国では礼儀あるフレンドリーということがあったりします。6番目、まだもう少しかかるのに、もう着くって言っちゃう韓国人の時間感覚は、ざっくり効率重視。日本のように正確、丁寧、信頼重視よりも、まずは雰囲気伝えておいて、後で微調整する人もいたりします。だから本当は10分かかるのに、もう着くよって言いがちで、これは移動中で向かってるよという意味に近いです。そして5分10分遅れても、この許される教養文化があります。これももちろん個人差がすごくあるので、傾向的に見たらそっちの方により近いよねって話です。7番目、ゴミの分別が細かすぎます。日本のゴミはだいたい燃える燃えないプラスチック、粗大ゴミの4種類くらいですよね。しかし韓国は個
から地獄の本番です。ビニール、プラスチック、ペットボトル、紙類、瓶、缶、飲食物ゴミ、一般ゴミ、気づけば高細分化あったりします。初見だとマジで家庭内センター試験。日本からするとですね、細かする家事の鬼ですが、韓国ではこれが普通の生活になったりするんですね。8番目。オートロックの家なのに、宅配の人が入るために暗証番号を押すところに番号書いてあったりします。韓国の配達文化はもう狂ってて、チキン、薬、ラーメン、ケーキ、もう深夜でも家の前に到着したりします。問題はですね、マンションの入り口がオートロックの時に配達員が入れないと配達スピード落ちるじゃないですか。そこで住民がやるのは暗証番号をその場に書いとく。日本の基準だとこのプライバシー云々でもう即アウトじゃないですか。でも韓国では便利であればいいんじゃない、スピードがあればいいんじゃないみたいな考え方があったりします。別にこれは韓国社会での最適解だから早く届けてもらえるならその方が助けられるみたいな考え方があったりします。9個はですね、最後の1個誰も食べずに残っちゃうのと、朝と夜2回シャワーするってことなんですけども、すいません。これ日本と変わんないんじゃないかなと思ったんです。もちろん人それぞれあるんで、少なくとも僕の方ではちょっと共感できなかったのでパスします。で10個目はパーソナルスペース狭いのか、なんか近いって話です。韓国ではジムの例をするとですね、月額が3000円から4000円ぐらい、僕の頃は。その分、施設の面積はコンパクトで、マシン同士も人との距離も、更衣室も、日本の半分レベル。この空間感覚ですね、これ日本と韓国違くてですね、日本だと、例えばジムも7000、8000円ぐらいあるじゃないですか。その分個人のスペース、なんか運動するスペース、更衣室、ちゃんと取れてる。他のところで見ると、友達との距離が近いとか、店員さんとも近いとか、エレベーターでもなんか、雑談したりする。この距離感は韓国で普通だったりしますね。11番目。真冬でも素肌でスリッパ、サンダル、ペディンを着て外に出る。ペディンはダウンのことです。韓国の冬はもう攻撃的じゃないですか。体感温度マイナス10度、マイナス20度ぐらいしてて、もう顔に刺さる風とか、本当に大変なんですよ。だからこそ服装がバグり始めます。上半身はもうめちゃくちゃ太いダウン着て、下はなぜか素肌でつっかけサンダルみたいな、どんどんバグっちゃって、全身守ることではなくて、上のところだ守ればその後いいんじゃないみたいな考え方なんですね。12個目、オンドルで家が暖かいので、冬でも半袖。これ結構珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、このオンドルっていうのがあって、家のどの場所にあっても暖かいっていう特徴があります。乾燥しないので、本当に秋とか春のちょうどいい感じの温度がするんですよね。だから、夜中でも素肌で OK ですし、朝起きた瞬間も、これ、秋ぐらいの天気かなみたいな感覚。だから、冬で家の中でアイス食ってたりとかも全然あるということです。韓国は結構どの地域も寒すぎるっていうのがあるから、韓国全体の標準様式としてオンドルって導入した方が多分施工会社だったりとか、人たちからも歓迎されるので、発展していったんじゃないかなというふうに思います。日本は暖かい地域もありますし、最近は高級の家だったとすると暖房システム全然あるらしいんですけれども、違ったりしますね。今日12個を紹介しました。この話で僕が一番大事だと思ってるのは、なぜ違うのかってことを考えてみると、一層面白くなるかなというふうに思ってるんですよね。例えば韓国では人との距離が近いとか、オンドルで、冬でもみたいなことは、全部そうしないと、韓国社会ではうまく生きられないとか、それをするのが一番合理的、一人一人の選択が集まって、韓国文化らしきものがあるかなというふうに思った。だから韓国は韓国の最適解がある。日本には日本文化の最適解がある。だから、例えば、日本は外にベランダがある。韓国は中にベランダがある。湿度、温度、地震、建築、生活、サイクル的には、日本にはこれがいいよね。韓国にはこれがいいよねっていうのがあると思っております。この視点を持つとですね、海外の文化があるってなった時に、これがいいね、悪いねっていう話ではなくて、その裏になぜその人たちはそんなことをやっているのかってことを一回だけ考えてみると、より面白くなるかもしれません。特にですね、日本と韓国めちゃくちゃ近いじゃないですか。一見すると同じことを食べていて、同じ服を着て、似てるように見えるじゃないですか。でも全然違います。僕9年日本に住んでるんですけれども、日本のことを知れば知るたびに、根本的な考え方って、やっぱ日本の方々は日本独自のものがあるんだなというふうに思いながら生きています。一番近い国であり、世界で2つともない面白い文化がそれぞれ存在しているとしてもらえたら嬉しいです。僕はあなたの応援が本当に力になっております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、パクンでした。アンニョン。